カズさん、改めておはようございます。はい、おはようございます。いよいよ出発ですね。ですね。今回はどちらに向かうんでしょうか。今回はボルネオ島の一番小さい国と言われているブルネイという国へ行きます。海外秘境長考歴を20年以上なんだけど、実はブルネイに行くのは初めて。ちなみにブルネイで狙うターゲットは、アジアでベーシックで、一番人気の高いトーマン、やっぱジャイアントスネークヘッド、気楽に、テストルアーのテストしながら新しい場所を楽しむようなちょっとチルな感じの旅になればいいかなと思っております。はい、では、今回よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いや、カズさん到着しましたね。暑いっすね。パディです。Hey, nice to meet you. Nice to meet you. Welcome to Brunei. Yeah, thank you. おはようございます。初日 Day1 初めて来る川で、多分ね、これ多分すぐ海なんだ。海から1キロ2キロぐらいのところだと思うんで、このジェティが。なのでここから上流行くとどんどん狭くはなってくんだろうと思うけど、なんせ前情報がほぼないので、まだ全然何をやるかも分かんないんで、ちょっとワクワクはそっちの方があるよね。状況を見ながら今日一日を組み立てていければいいかなと思ってるんで、一日頑張りましょう。はい、よろしくお願いします。 For single, but if we find fry ball, then we try. One cast, one fish. OK いや、なんかフライボールやるかと思ったんだけど、全然違くて、このブラインドでこのブッシュを打っていくらしくて、でサーフェイスでもミドルでもボトムでもその時その時で結構出るらしい。でフライボールは見つけたら打つけど、大体もう一発で食う。一発で食わなかったらもう親がジャングル入っちゃうから釣れないというようなことを多分言っておりました。まずはサーフェイスで、ヘリスのちょっと改良版、ファングヘリスはアマゾン用に作ってるんで、こういうストレート実用じゃないの。なんで今回のためにちょっとペラを変えたものをちょっと作ってみました。ボール打ちとかブラインド、ボール打ちとかこのブレス打ちか呼吸とかでやるんだったら雨風よろしくないけど、ブラインドでこうやって打っていくんだったら今日の天気はもう最高だね。多分サーフェイスでブラインドだったら2メーターぐらい離れてるところだから多分突っ飛んでくるから、南でね多分わかると思うんだ。雨が大きくて本当プロップの音が全然聞こえないね。
よし、おー、スモーワン。やっぱいるんだな、こういう針触ってねえから、もしかしたら出るかも。おはようございます。ブルネイ2日目。昨日はね、午前中大雨土砂降りの中1本かけたんだけど浅くてバラしちゃって、今日2日目、本流違う支流の最上流部へ入ったんだけど、今回ねブルネイに初めて来て一番感動したのはね、やっぱねこのロケーション。本当本流、昨日の河口域からこう中流域っていうのはパプアンバスを狙ってるような、まあマングローブこそなかったけど、そういうもうほんとそっくりのロケーションで、こんなところでこんな風にやるのみたいな。で今日のこの上流域はまた目黒川のクリークみたいな、なんか奥の方入ってったブラックウォーターで、全くフライボールを探してっていう釣りじゃない。でハディとね、朝話したんだけど、ブルネイがっていうわけではなく、ハディたちのスタイルがそのフライボールを狙ってトーマンをやる釣りのスタイルじゃないんだって。釣り人としてのね純度がすごい高い。極力フライボールを打ちたくない。もちろんねフライボールがダメなんじゃない、俺も大好きだしやってるけど、極力シングルトーマンをブラインドのキャスティングで釣りたいっていうのが彼らのスタイルで、めちゃくちゃかっこいい。まあね、少し見習ってちょっとここ数年もうほんと記録狙い的にフライボールばっかりやってたから、そういう釣りもちゃんともう一度原点に戻って見直さないといけないなって思わされた次第でございます。グラミー油断しまくりじゃん。フォロー？ Yes! Yes! Oh, gone! No, 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 okay, okay. No, no, gone. Shit! グラミーパターンがはまりましたな。Yes! おほいや、ナイスワン！横飛びバイト。オッケー、ランディング。うふー、イエーイ。よかった、いいバイトしてくれて。いや、いいとこに口の中にフックかかってる。ほら見える。よいしょ、見えるかな。いやー、シングルプロップのヘリスよかったね。横飛びバイト。まあサイズはねともかく、このヘリスのスタイルでブルネイで釣れたのが嬉しい。ラッキークロコダイルだよ。いやー、よし。
Yes! Oi! Big one! Wow! No touch, no touch. Woohoo! ボール音がするようになったもんね。Yes! Small one, small one. Baby one. Hey, the mama. Yeah. Where's your mama? Okay. Expedition です。Yeah. 2本目、オリジナルの方を結構今はただ巻きかな。シングルプロップよりもシャラ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 っていう感じの音がするんだけど、ハディが今シングル使ってるんで、俺はこのオリジナルの方を使ってみました。まあね、出た魚はそんなに大きくないというか、むしろごめんなさいの可愛い子ちゃんだけど、まあまあヘリスでブルネイで釣れるっていうのが嬉しい。大きくなってね。うんやっやフォローフォローフォローカモカモおほほF 字で食ったよIbarat. Kruk, kruk, kruk. Ya. Bener ya. Kita jam damit ah. Okay, bersalah. Masuk nyaman. Jangan kan. It's not yours, ah? Okay, okay. Yeah, double hook up, FANGHELICE. Yeah. カズさん、イベント始まりましたが、想像以上にもう店に入りきれないぐらいの。Starting lucky dog. Number one. Yeah. お疲れ様でした。嵐の後まだ前にいるから非常に出にくいですがちょっとねびっくりした。はっきり言ってハディが
ちょっとお店に顔出してよみたいな感じだったから、まあ、常連さん数人とこう雑談して終わるのかなみたいに思ったらとんでもない。この3日間で一番の重労働を食らいました。まあ、無事に盛況に終わりまして、眠たいです。帰りたいです。いやー、帰りましょう。はい、お疲れ様でした。おはようございます。デイ3、3日目です。今日はね、ご覧の通りレイクです。2日間このヘリスの撮影がしたくて、ハディのスタイルでもあるそのブラインドでシングルを狙っていくっていう釣りを2日間やって、まあ厳しいなりになんとかなったかなっていう釣りが終わって、いよいよ今度、最後のお題、今やってるね、この 110-110DR、超急先行型、もう愛の位置見てもらうと分かると思うんだけど、もうすごいセットバックした愛で、こう普通のこうダイバーがこう入っていくのに対して、もうこれね、こうやって落ちるから、まあこれはオーバーだけど、まあな角度で落ちるんで、もうボール、フライボール特化型のルアーとして、足立正弘 CEO が自らで削ってくれて、今この2月ぐらいからかな、企画がスタートしたものなんで、まあ、ちょっとこれもテストしたかったんで、ハディにちょっと無理を言ってフライボールができる水深があるところっていうことで、今日はこのレイクに来ました。船割りもちょっとご覧の通り、今日はボートマンハディでございます。アクターでありフィッシャーマンでありボートマンであるっていうハディが今日は操船して、ハディと俺のコンビで釣りをしていきたいと思います。まあ最終日、まあ釣れても釣れなくてもね、ルアーのいいテストになればいいかなと思うんで、一日頑張っていきましょう。レッツゴー。まあいわゆる生まれて3、4週間はもっと1ヶ月ぐらい経ってるかな、サイズ的に。ハディが、いや、OK、ストップアンゴー、OK。なかなかベイビーボールでストップアンドゴーってしないけど、フライボールの下で止めろと。これまた新しい、なんか引き出しが増えて嬉しいけど、釣れればね、特に。フライボールの位置で止めろと。ファースト、OK。Because Mama go fast. OK。If Mama angry, Yeah。he stay and pull. OK。Then we go. 新しい。Oh, yes.新作の急先行型を思いっきり潜らしてスローに引いて取りました。なんかガツンといかない食い方だった。I got it. Yeah, finally. Yeah. はい。
大きくないけどね。オスじゃないかな。ボールがあったらボールを、でないときはブラインドでヘリスをって感じの今日は釣りをしていて、ボール今どれぐらい打った？ 15分20分ぐらいで、水深がね1メーターぐらいなんだけど、1.3 メーターぐらいかな、1.3 ぐらいで、最初 SR 引いてたんだけど、ちょっとレンジが浅い。でこの今プロトのもう出来たてほやほやの 110SDR スーパーディープランナーと命名してるんだけど、めっちゃ急先行のこの110、これをボールの 2.5 メーターぐらい先に投げて、でもう急速先行さして、そこから竿を立ててスローに巻いて釣れた感じです。いや色がね綺麗だね。じゃあ逃がします。ママありがとう。パパかもしんないけど、色がねザ大きくかな、大きくないけど、します。もう見て、傷だらけになっちゃったけど、さすが足立正弘、本当分かってる、あの人すげえなっていうのが、もう本当に一見100と120の間の110ってサイズなだけだと思うんだけど、このリップの薄さとか、このアイのポジションとか、この厚みとかだけでこんなにこう潜っていく角度が違うんだっていうのがすごい実感する。120ってこれより大きいのに、リップも大きいのに巻き抵抗がこれよりも軽い。だからそれだけこれ早く潜ってるんだろうなっていうのが使った感じ実感します。一発で見て、これ傷だらけになっちゃった。いやよかった、とりあえず。いやみんなのおかげです。Thank you guys. いやまた OK. Next size up. Size up, yes. I'm on size up. はい。Yes, yes. また同じバイトだよ。いや。同じバイト、全然ガツンと来ないで5キロぐらいありそうだ。Oh, be careful. I got it! Woo! Woo-hoo! Yeah! Finally! Yeah, 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 yeah! はい、11パウンド。いや、5キロママ。やっと釣れたね。サンキューママ、釣れてくれて。よいしょ。じゃあ逃がします。またいや2本目ちょっとサイズアップ、目標の5キロいったからよかった。11ポンドでもね細い110をずっと投げていて、
110だと本当にもう急速先行でもう下つきすぎて、さっきは1本目はボトムつけて上げてゆっくり巻いて食ったんだけど、今は斜めにゆっくりボトムについて、そこからゆっくり引いてて、まださっきと一緒、バイトが出ない、ヌーンっていう感じで重くなって、ちょっと巻き合わせ的にしたら重くなっていてよかった。1本がかりネットに入ったらボロンしたから危なかった。まあそういう意味でも今日はついてるかもしれない。 120DR、 まあもうデフォルトだよね。チャド、トーマン、パプアンバス、まあ全てのそのフィッシュイーターのプレデターフィッシュに、まあ120の DRSR、 まあこれはもう本当にもうデフォルト、もう基本中の基本、絶対1本は必要だと思います。ありがとう。マントアップ。はい、3日間お疲れ様でした。ブルネイね、今回3日やってみて、川、湖、まあね、釣果も状況が決していいとは言えなかったけど、まあそれなりに釣れて、やるべき釣りは全てできて、そしてハディと初めて一緒に釣りをして、ハディの仲間もみんなめちゃめちゃ最高にいいやつばっかりで、本当にもういい出会いがあって、まあ食わず嫌いじゃないけど、来たことがない国、どんな国かっていうの分からないで行かないっていうのはもったいない。本当来てみてね、ブルネイめちゃ好きになった。飯も人もね、魚もみんないい、最高。ぜひね、皆さんもこれを見てブルネイ興味が持てたらぜひ来てみて、絶対楽しいから。まあそんなわけで日本に帰ります。バイバイ。